誰しも一度はその名を聞いたことがある剣豪宮本武蔵。彼の存在を最も有名にした巌流島での佐々木小次郎とのこの一戦について当の武蔵は終生語ろうとはしませんでした。誰もが知り誰もが語る宮本武蔵の生涯。腐敗の牽制にして精神の収容者、愚道者が、しかしそれは後世に描かれた武蔵の虚像に過ぎませんでした。野生の少年時代という虚構、前衛の海岸という虚構、芸術愛好家という虚構、そして武蔵と対決した虚構の剣豪たち。この時17歳、石田三成軍の先陣をひた走る。対するは福島正則率いる徳川家康軍主力。目指すは戦場の手柄、狙うは馬上の将。武蔵の脇に一人の男、共に出世を誓い合い宮本村を飛び出した宿場の友彦屋。そこかしこに黒煙立ち上り、昼も夜と返事、普通にうめく人馬の声、この世に満ち満ちる。鉄砲、矢の音、天をとどろかし、短歌のきらめき地を動かす。敵味方入り乱れ、戦国の友もたちまちむくろとなり果てる。
合戦終えて雨上がる。戦破れた同胞の市街の山を呆然と眺める武蔵は何思う。男の名は宍戸何がし、鎖釜の使い手なり。武蔵とっさに脇差しを放ち、ひるんだ宍戸の目の色見極め、一気に懐へ飛び込む。鎖釜の使い手宍戸何がしなる人物が歴史上実在したか否かは定かではありません。そう第一の兵衛吉岡一門。その家の跡継ぎ清十郎、落外連台野において勝敗を決するが、木刀の一撃に倒れ息絶やす。清十郎の弟伝七郎、兄の敵と落外にて武蔵との試合に臨む。約束の時を過ぎても武蔵は現れず、伝七郎込み上げる怒りを抑え、ただその地に待つばかり。
かねたぞ武蔵。武蔵微動だにせず、ただ眼下を静かに見下ろすのみ。いざ勝負。大太刀を抜き放つ伝七郎になおも動かぬ武蔵の不思議。武蔵伝七郎の切っ先をかいくぐり、小太刀を抜きうてり。伝七郎。門弟ら必死に武蔵の姿求むれど、いずこにも見えず、武蔵煙のごとく忽然と消える。この日の今日は一段と冷え込んだと言います。雪の降りしきる中、しばし待たされた伝七郎の立ちさばきは鈍くなったことでしょう。対する武蔵は雪の中、軽快な動きの小太刀で素早く伝七郎の懐に飛び込み、勝利を手にしました。武蔵は戦局を左右するのは指揮官としての己の知略であり、その能力を来たるべき合戦において遺憾なく発揮するためにも鍛えておかねばならないと考えていたに違いありません。そのことを象徴的に表しているのが一乗寺下がり松で行われたと言われている吉岡一門との3度目の果たし合いです。五輪の書に以下の言葉あり。敵を見下ろすと言いて、少しも高きところに構ゆるように心うべし。となれば、この場においても取るべき布陣、おのずと決す。吉岡兄弟いずれも下し、明日この場に対するは兄弟の叔父源左衛門、そして一子源次郎、またの名前をまた七郎。明日の戦い前にして空を見つめる宮本武蔵。思案にふける孤独の上を風の音ばかりが吹き抜ける。武蔵心に思うたは、この後に及んで神頼み、いかに頼んでみたとこで、そんな拙い心ばどうして神が聞き入れよう。五輪の書火の巻。敵の流れをわきまえ、相手の人柄を見受け、人の強き弱きところを見つけ、先を仕掛くるところ寛容なり。
前髪残る源次郎、幼き総大将を守るのは吉岡門弟74名、松明の明かり高校と槍を携え弓を持ち、吉岡勢に抜かりなし、ところは一乗寺下がり待つ。この時武蔵の心中何あろう、関ヶ原での合戦の無念の思い込み上げる。これは戦だ。これは戦だ。吉岡軍の総大将眼前なり。約定により宮本武蔵、これに参った。吉岡軍総大将吉岡源次郎討ち取ったり。ここに新面宮本武蔵、潮の流れを見計らい、小舟揺られて船島へ、手には自らろ削り作り上げたる木刀、そして頭に手縫いを巻いて一重の鉢巻きとなす。剣に生き剣にかけたるこの男、これぞ巌流佐々木小次郎。三尺余りの長剣を帯びて武蔵を迎え撃つ。なぜ役にたがえ遅れたか。小次郎負けたり何故。さらばなぜその鞘を投げ捨てむ。
なこそおしめ者の負の心の内を誰が知る。竜子相打つその時はいつは傷つきいつは死す。小次郎の目には笑み浮かべど、武蔵の顔色はようとして知れず。武蔵は小次郎の亡骸にエコーなし。天地を結ぶ兆しに何憂いなく飛びが舞う。打つも果てるもたたたの勝つ気へ勝つ結びたる定めがごとし。馬上の合戦を夢見続けた男が小次郎を打ち倒した時、その心に去来したものは何だったのでしょうか。武蔵が起こし、そして極めた流派二天一流。しかしそれは武蔵の死後実質的には分裂し無産してしまいました。面白いことに五輪の書には二頭一流と二天一流の2つの呼称が混在して使用されています。しかし最終的には武蔵は二天一流の名を採択しました。そう、それは二頭を扱うがゆえの命名ではなかったからに他なりません。武蔵の理想、それは天下分け目の合戦が再び起きた際に二つに分かれた天を一にするための流派だったのです。時代と時代の端境期に生まれるという数奇な運命の持ち主でした。時代錯誤と分かりつつも
そのこだわりを、夢をどうしても捨てられなかったという点は、他の全てにおいて徹底して合理的だった武蔵のたった一つの、しかし最大の非合理だったと言えるかもしれません。宮本武蔵、究極の非合理を胸に宿した究極の合理主義者が自己鍛錬を突き詰めて至った究極の境地。誰も愛さず生きて死ねるか、惑わすものすべて断ち切れるか、誰かを愛せば心弱くなる、志さえ梅雨と消え去る、振り向かぬ強さと愛せない寂しさ、恐れない目つきと生き延びる力を、夜が明ける眠れぬまま日差しを浴び、真新しい自分と睨み合う、日の名残輝いていた過去捨て、だけの道を行こう。何を愛せば心強くなる、紛らわすものすべて受け入れるか、誰かに愛され答えられずに、我が道を行く愛に背を向け、振り切れない弱さと情けない涙、恐れてる時間など突き破る力を、日が沈む心の闇と
人の行方を果てしないこの夢